多少仕事を手伝うのは構わないけど、エンシオディスとの連絡窓口はご勘弁願いたいわ。昔カランドのふもとで、巫女様とたまたま会った時に経典を押し付けられてね。お暇な時の手慰みに、写経でもいかがですかなんて言われたから、毎日一節ずつ書き写すようにしたの。最初は暇つぶしでしかなかったけど、今では空っぽになれるし、悪くないと思ってるわ。リターニア、カジミエーシュ、イエラグ。10年くらいを三巡。その中でも、イエラグでの日々が特に退屈だったわ。ライバルもいなければ、新しい挑戦も刺激もなかったから。だけど思い返してみれば、いつの間にか打獣の稲鳴きにも、靴が雪に沈む感覚にもすっかり慣れて、酔いざましの薬も常に持ち歩くようになってたわね。最初の優勝は自身を証明するため。二度目の優勝は自分磨きの一環として。三度目の優勝は、私を顎で使えると思ってた連中の鼻を明かすためだったわ。代償？黒金の矢が数本飛んできたくらいだけど、一戦交えられなかったのは心残りね。楊貴士とはもう会ったわ。いいえ、手合わせのお膳立ては結構よ。ここでやっても意味ないから。前世紀の楊貴士を相手にするなら、時と場所、それから流れすべてが適切じゃないと。その時には、私たちの勝敗はそのまま生死に直結するものになるわ。まあ、一生そんな時は来ないけどね。エンシオディスにとって、私は剣のようなものよ。敵を切り伏せるのが一番の目的じゃなくて、献身に移る自分と向き合うためのね。私が鋭さを増すほどに、彼は自らの刃を懐深くに収めていく。いつか彼が剣を必要としなくなるまで、この関係は続いていくわ。チャンピオンになった後、一度リターニアに戻ったことがあるの。リターニアの不良品が転生の武者になったところで、やっぱり歓迎はされなかったけど。でも、私に向けられる目が昔と何も変わってないと気づいたら、昔ほどこの国を嫌いだと思わなくなったわ。数年前、よく通っていた小料理屋で、命知らずの外国人観光客に因縁をつけられたことがあったんだけど、私が口を開く前に、店主が私を引き寄せて、俺たちイエラグのお嬢ちゃんに何してくれてんだなんて怒鳴ってくれてね。今でもあの言葉が耳に残ってるわ。あなたとエンシオディスに与えられた意味にすがって生きてる人も多いけど、あなたも彼と同じようにそれを楽しんでさえいる。でも私からすれば、自分のことには点で無関心な知り合いが一人増えただけなの。さて、そろそろ会議の時間だから、水でも飲んでシャキッとして。それから、動かないで。襟が曲がってる。おやすみなさい。誰にも邪魔はさせないわ。デーゲンブレヒャーよ。これはコードネームかって？本名だと思ってくれて構わないわ。契約書は見せてもらったけど、私の仕事は護衛対象が変わった以外、何も変わらないみたいね。悪くないわ。こういう形式ばった行事をやってると、カランド貿易設立当初、ノーシスが社員一同の前で、意気揚々と私の役職を発表した時のことを思い出すわ。あの時からあいつの顔を地面にこすりつけてやりたいと思ってたのよ。最初に学び終えたチェゲッタには、私がこの手で認定証を送ったのよ。あの時、みんないい顔をしてたわ。まさにこの船にいる人たちみたいにね。任務？それとも訓練？私についてきなさい。遅れたら夕食抜きよ。その様子、もう大まかな計画はあるみたいね。巻き込まれたくなければ離れていなさい。まだ考えてるの？完璧主義者さん。私の意見が欲しいの？どれくらいの時間で片付ければいい？もうここは目を離してもいいわ。ここでは感情に意味なんてない。信念がその歩調をかき乱す。
いつまで過去に浸ってるの？その武器で名乗りを上げなさい。イエラグが雪崩に見舞われるたびに腕試しに出かけたものだけど、あれは数少ない気晴らしの一つになってたわ。そういう話で言うと、ロドスにいれば退屈しなそうね。さっきのあなたの顔。ルイは友を呼ぶって言葉は正しかったのね。お望み通り何人か逃がしたけど、次は何をすればいい？私の手をしっかり握って、息を止めて。少し浮遊感があるかもしれないけど、しばらく我慢してちょうだい。ここではコードネームで呼び合うの？面倒ね。私の獲物を持ち上げるには少し力がいるわ。これ、前回の会議の資料だけど、会議室に置きっぱなしだったわ。別に、慣れてるから。アークナイツ。ドクター、今日どれくらい予定が詰まってるかは把握してるわね。